はいどうも、研ぎ師りょうたです。今日は包丁の簡単な研ぎ方をやっていきたいと思います。で、何気にこのチャンネルでは解説しながら包丁を研ぐ動画って出してなかったので、今回が初の解説動画になるかなと思うんですけど、もしご家庭や職場なので、包丁全然切れなくて困ってるなって方や、一回研いでみたいんですけど研ぎ方がわからないっていう方は、ぜひこの動画を参考にしていただけるととても嬉しいです。で、今回の包丁の研ぎ方は、なるべく簡単に誰でもできるような研ぎ方をお伝えしていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今回研いでいく包丁なんですけど、こちらになります。こちら万能包丁になりますので、ご家庭でよく使うようなサイズの包丁になっています。で、刃渡りも 180mm ぐらいですね。で、今回はこちらを使って研ぎ方を解説していこうかなと思います。で、今回使う道具たちなんですけど、今回使うのは砥石が3種類と、新聞紙で、砥石3種類に関してはめっちゃ多いと思われる方もいらっしゃるかなって思うんですけど、3種類あった方が、時間も早く研げますし、切れ味も良くなるので、できれば3種類用意していただきたいです。でも3種類も用意できないって方は真ん中の1種類だけ用意していただけたらいいかなと思ってますので、まずその砥石の紹介を最初にしていきたいと思います。で、今回使う砥石は粗砥石、中砥石、仕上げ砥石っていう3種類になるんですけど、こちらの3種類になります。で、こんな感じで粗、中、仕上げと3種類の砥石があればベストなんですけど、もしそんなに用意できないよって方はこちらの真ん中の中砥石だけでもできるので、最低この中砥石があればいいかなと思います。で、今回は効率よく切れ味よく研ぎたいので3種類使っていきます。で、続いて用意していただくのはこちらの新聞紙ですね。で、こちらの新聞紙何に使うかっていうと、研いだ後の最後の仕上げで使っていきます。で、必須で用意していただくものはこんな感じになります。で、この後解説していくんですけど、あった方が便利な道具っていうのもありますので、それは解説しながら伝えていきたいなと思っています。それと、こちらの包丁の現在の切れ味がちょっと気になるかなと思いますので、こちらまず試し切りしていきます。試し切りはこんな感じのコピー用紙を使って、これが切れるかどうか見ていきます。こんな感じで今のこの包丁の切れ味は、紙に刃が入らずに破れてしまうような感じの切れ味になっています。で、この包丁を切れ味よく研いでいきたいと思います。はい、それでは今から研いでいきます。まず使っていくのはこちらの粗砥石から使っていきます。で、中砥石しかご用意できない場合はもう中砥石から始めていただいて大丈夫です。で、今回する研ぎ方なんですけど、粗砥石、中砥石、仕上げ砥石で同じ研ぎ方を1、2、3回やっていくっていう形になるので、中砥石しかない方は1回だけその研ぎ方をやっていただければ大丈夫です。こんな感じで台の上に置いていただくんですけど、このまんまだと結構滑ったりするので、こういう100均とかで売ってるような、滑り止めがあるとさらに研ぎやすくなります。で、僕の場合はこんな感じで研ぎ台を自作して作っているので研ぎやすいんですけど、普通だとシンクとかのこの平らなところに砥石を置くと思うので、砥石の厚さが薄いとちょっと研ぎにくくなってきます。なのでそういう時は砥石をこんな感じで2個ぐらい重ねてあげるとさらに研ぎやすくなるので、ちょっと高さが足りなくて研ぎにくいよって方はこんな感じで砥石を重ねてあげてください。で、砥石重ねる時もこれだと滑っちゃうので、砥石と砥石の間にこんな感じで滑り止めしていただけるとさらに研ぎやすいです。砥石っていうのは乾いた状態だとかなり使いにくいので、水で濡らしてあげるようにしてください。で、こちらの砥石は水で濡らすだけで使えるような砥石なんですけど、ホームセンターとかで売っている砥石だと、10分ぐらい水につけていただかないと使えないやつがありますので、そういうのは10分先に水につけておいてから使うようにしてください。それではまずは包丁の持ち方ですね。右手の小指、薬指、中指で包丁のハンドルのとこを握ってもらいます。で、親指でこの包丁の顎って呼ばれる部分を添えてあげます。で、これで持ち方は OK です。で、包丁構える向きなんですけど、包丁構える向きは砥石に対してだいたい45度ぐらいで構えてあげて、こんな感じの方向で研いでいきます。で、研ぐ時に一番大事なポイントは包丁を研ぐ角度になります。なので、この砥石に対してどれくらい包丁を起こしてあげるかっていうのが一番大事なんですけど、両刃の包丁になっていますので、表と裏を均等な角度で研いであげるのが大事になってきます。で、今回の場合だと表をだいたい15度ぐらいで研いで、裏も15度ぐらいで研ぐ。これだけをしっかり押さえてあげるとかなりいい刃がつきますので、この15度で研ぐっていうのを覚えておいてください。で、15度ってだいたいどれぐらいかあんまりわからないと思いますので、だいたい15度がどれくらいかっていうと、この包丁のこっち側にコインがだいたい2枚ぐらい入る角度ですね。なので、実際にすると、こんな感じのコインを2枚ぐらい重ねてあげて、この包丁の反対側にく
くっつけてあげます。でこの時にコインが2枚ぐらい入る角度になってますので、このぐらいがだいたい包丁の角度ですね。で反対側も同じでコインがだいたい2枚ぐらい入るような角度、このぐらいの角度で研いでいきます。なので15度正確じゃなくてもいいんですけど、だいたい15度ぐらいの角度でなるような感じで研いでいくといい刃がつきます。では角度を15度ぐらいの角度にしてあげて、この状態で研いでいくんですけど、研ぎ方もいろいろあるんですけど、今回は一番簡単な研ぎ方でやっていきます。でそれがどういう感じかっていうと、この包丁の先端を砥石の下側に当てます。砥石の下から上に包丁をスライドするような感じで研いでいきます。もうこれだけですね。でこれを10回から20回ぐらい繰り返します。でこの時に大事なのが、さっき作った15度っていう角度をキープしながらずっとやっていくっていう感じですね。でこのスライドする時は上にスライドするんですけど、同時にこの切っ先からこの包丁の顎って呼ばれる逆の角側に向かって包丁を少しずつずらしながらスライドしていきます。そうすることによって包丁の先端から下の部分まで均等に研ぐことができるので、ゆっくりでも大丈夫なのでこうスライドさせながら研いであげてください。でだいたい10回から20回終わったら次反対側研いでいきます。で反対側の研ぎ方はさっきの研ぎ方の真逆になります。なので先ほどは右手で持ってたんですけど、次は左手に持ち替えて同じように包丁を持っていきます。持ち方はこの3本の指で包丁のハンドルを持って親指をこの包丁の角ら辺に添えます。で反対の人差し指も包丁のここら辺に添えてあげる、この持ち方をして砥石に対して45度の向きで構えて、で砥石に当てる角度はだいたい15度ぐらい立ててあげます。でこの角度のまままた砥石の下の方に包丁の先端を当てて少しずつずらしながら前へスライドしていきます。でまたこれを10回から20回繰り返してあげます。で表裏同じ回数できたらこちらの砥石終わりになります。であと包丁を持つ反対の手ですね、こちらの手なんですけど、だいたい包丁のここら辺を軽く押さえてあげてください。でこっちの手に力を入れすぎちゃうと包丁の角度がぶれる原因になってくるので、こっちの手は本当に軽く添えるだけで大丈夫です。でこのままスライドしていくっていう感じですね。それでは荒砥石これで終わりましたので、続いては中砥石に行きたいと思います。続いて中砥石こちらですね。でまたこちらも軽く水で濡らして使い始めます。でやり方はもう本当に全く一緒なので、さっきの研ぎ方を繰り返すだけですね。はい、これで表裏だいたい10回ずつぐらい終わったので、これで中砥石での研ぎも終わりになります。はい、それでは続いては最後仕上げ砥石に移りたいと思います。で仕上げ砥石もやることは同じです。この荒砥石、中砥石、仕上げ砥石何が変わってくるかなんですけど、粗さがだんだん細かくなっていくので、包丁が削れる量がだんだん少なくなっていきます。で少なくなっていくにつれて包丁の刃先の粗さも細かくなってより鋭くできるので、仕上げ砥石まで当てた方がより鋭く切れ味のいい刃がつきやすいです。それではやっていきます。はい、これで仕上げ砥石も終わりです。で一番最後の砥石だけ表と裏1回ずつ追加で研いであげてください。はい、これで OK です。で今回仕上げ砥石で終わるので、仕上げ砥石が今回最後の砥石になるんですけど、中砥石だけでやる方は中砥石が最後の砥石になるので、中砥石でも1回ずつ最後にしてあげて終わってください。それではこれで砥石での研ぎが終わりになります。これで研ぎは終わりなんですけど、研ぐにあたって重要なポイントがありまして、それがこの砥石の表面を平らに保つっていうことになります。で包丁を研いでいくと、砥石も消耗品なので砥石がだんだんへっこんできます。なのでそのへっこみをきれいに平らにしていくのが大事になってくるんですけど、それがこういう感じの砥石を直すための砥石っていうのがあるので、これでバーって砥石を削ってあげて平らに直すようにしてあげてください。で今回の砥石はこちらとこちらダイヤモンド砥石になっていて、
て、砥石の減りがめちゃくちゃ減りにくい砥石になっているので、こういう砥石だと、こんな感じの面直しは少なくて済みます。ただ、ホームセンターとかに売ってるような、一般的な砥石だと、結構すぐへっこんでくるので、こまめに砥石のメンテナンスもしてあげてください。で、簡単にメンテナンスすると、これではい、こんな感じで砥石の表面を削ってあげるだけですね。でそうするとこの砥石の泥が出て、砥石が削れてくれてるのが分かるかなと思います。これを毎回研いだ後にしてあげることによって砥石をきれいに平らに保つことができるので、ぜひこれはやってあげてください。それではこれで砥石で研ぐ作業が終わりましたので、最後の仕上げの作業ですね。で仕上げはこちらの新聞紙を使って仕上げていきます。で新聞紙をこんな感じでくるくるっと丸めていただきます。でもし新聞紙もないよって方は、ジーパンとかがあれば同じことができますので、ジーパンをこんな感じでくるくるっと丸めてあげてください。で丸められましたら包丁を新聞に立ててあげます。でこの状態で左右に軽くこすっていきます。こんな感じ。包丁のこっちの角から先端に向かって左右にずらしながら包丁の刃先の当てる場所を変えていくっていう感じですね。でこの時力はいらないので、めちゃくちゃ力抜いてこすってあげるのが大事になってきます。でこれをすることによって包丁が仕上がります。でなんでこれをするかなんですけど、砥石って包丁を削るので、金属を削ったらその削りカスみたいなのがこの包丁の刃先にいっぱいついてくるんですね。でそれが残ったままだとあまり切れ味が良くならないので、最後にその包丁の削りカスを取っていくっていう作業になります。でこれをしてあげることによって包丁が完成します。はい、それではですね、先ほど切れなかったこちらのコピー用紙をもう一回切っていきます。はい、いかがでしょうか。このコピー用紙もめちゃくちゃスパッと綺麗になりましたね。それとあと角度をしっかり15度でキープして研ぐことができれば、コピー用紙を丸めた筒も切ることができますので、ぜひそれも見てみてください。コピー用紙をこんな感じでくるくるっと丸めてあげて、あとはセロハンテープで留めてあげるだけですね。こんな感じで丸めたコピー用紙を立ててあげて、これを切っていきます。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。はい、ということで包丁の簡単な研ぎ方やってみたんですけど、いかがだったでしょうか。本当に簡易的な研ぎ方になるんですけど、あんな感じで切れ味もめちゃくちゃ良くなるので、ぜひ試してみてください。で今回は切れ味を復活させるだけの簡単な研ぎになるんですけど、こんな感じでちょっと錆びてしまってる包丁とかの、この錆をきれいにする方法とか、さらに専門性の高い刺身包丁とか出刃包丁の型番の包丁の研ぎ方や、今回のような両刃の包丁のさらに切れ味にこだわった研ぎ方っていうのもありますので、もしそんな感じの研ぎ方とかメンテナンスが気になるよって方はコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。では今回の動画を見て参考になったとか良かったって思われる方はグッドボタンを押していただけると、今後の動画作りの励みになりますのでよろしくお願いします。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。